ご視聴ありがとうございます。MD ジャックです。今回から2021年のイヤホンレビューに入ります。前回からの予告通り、今回は KZ、DQ6 を中心に、同メーカーである EDX、AS06、ZSN Pro X を比較対象として扱います。なお、今回は DQ6 を3本構成の動画でお送りします。第1弾は KZ、ZSN Pro X との比較です。ではまず、DQ6 の音質以外で気づいた点などです。DQ6、2020年12月頃の発売、秋頃からの KZ 新作モデルラッシュの中の一つ。この価格帯でダイナミックドライバー、片耳3発搭載は珍しかったので入手。アリエクスプレスだと3000円を切る価格。Amazon でも3200円ぐらい。続いて比較対象の ZSN Pro X は、2020年7月発表の ZSN の新家系モデル。何が進化してきたのかは、音を出してみればわかると思い、ZSN、ZSN Pro、ZSN Pro X と揃えましたが、5000円でお釣りが来ました。後発の ZAX となり方が似ています。ではまず、2モデルのエイジング前後の波形を比較してみました。ブルーとピンクの波形を表示していますが、ほぼ重なっているので、エイジング前後でなり方はほぼ変わっていないと思います。ちょっと曖昧な言い方をしたのは、波形に現れなくても、エイジング前と印象が変化することがあるからです。人間の耳は収録マイクに比べ、音を感じる部分が多いので、データは参考にはなりますが、絶対的なものではないと考えています。ZSN Pro X の音域のなり方が少し刺さらない感じになった気がしますが、おそらくアンプを変えたからだと思います。次は、波形の似ている ZSN Pro X との周波数特性の比較です。四角や丸で囲ってある部分が気になりましたのでコメントしています。ざっくり言うと、カーブが同じでも低域は ZSN Pro X が強め。中域は DQ6 がよく聞こえ。高域の出方は同等ですが、DQ6 の方が優しめの質感ということです。では音質比較動画です。画面構成など見直しました。いかがでしたか？今回かなりの試行錯誤で時間ばかりかかってしまいました。ここからは愛ちゃんよろしく。はい、やっと愛の出番ですね。では、2モデルの印象をまとめます。ZSN Pro X は、購入当初は ZSN に比べ音域がきつく刺さるのが苦手でした。低域の強さはそれほどでもないと思っていましたが、今回の波形比較で低域のリリースが長めだったり、アタックが早かったりと、やはり比べるとわかりますね。もともと KZ は低域強いですけどね。Hi-Fi オーディオ、全ダックを導入したことで、広域の刺さりを感じなくなりました。ドンシャリ気味なので、ちょっと音に詰まった感はありますが、比べないとわからないレベルかと思います。ZSN Pro X は買い、明るくはっきりしたサウンドが欲しいなら買いかな、と思います。ZST のような強いドンシャリではなく、中域のチューニングも意識したのでしょう。さすがに ZSN 系の最新版だけのことはあります。一言で表現するなら、いい意味で KZ の KZ らしい音、ということですね。2000円でこの音質、かなりいいんじゃないでしょうか。ZAX となり方の傾向が似ているので、ZSN Pro X、ドライバー数も価格帯も違うので、ステップアップで ZAX へ。ZAX を持っていたら、ZSN Pro X は見送り。でいいかな、と思います。
比較後の DQ6 の印象は、波形だけで見ると ZSN Pro X のダイナミックドライバー版という感じですが、 B8 の出方の違いがあり、 DQ6 は少し優しめな音に感じました。工程の分離が良かったかなと思います。3発のドライバーがそれぞれの役割を果たしている結果でしょうね。ドンシャリ感が ZSN Pro X ほどではないのが気に入ったポイントです。3発のダイナミックドライバーが乗っていると知っているので、なんとなく広域の音の出所が別に感じました。そこが気になるかどうかは好みの問題でしょうね。1本目の比較はこれで終了です。次回は KZ、EDX との比較です。このチャンネルではイヤホンのレビューを誇張表現や専門用語はできるだけ使わず、音と波形と言葉でお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方はご登録の上ご覧いただければ幸いです。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。